島影圭介と申します。普段は自分の会社の代表をやってて、そこで、自分のプロジェクトっていうのをやってます。で今は兼務の形で京都工芸繊維大学の中にある京都デザインラボがやっているデザインリサーチャーインレジデンスという制度がありまして、そこにリサーチャーという形で入って滞在型の研究活動というのをやっております。多分僕が考えてるのは、その当事者でありながら作り手であるっていう政策とか実践によって何が起こるかっていうと、多分その人固有の現実っていうのが立ち上がるんじゃないかというふうに思っていると。この展覧会の会場自体がある種何か公開収録をしているような形っていうのを基本の形態にしてて、でアンプでこの空間に声が広がって、ラジオの公開収録みたいなのを見れるような形態にしようと、その多元的なデザインっていうテーマでちょっとインタビューしたいと思ってまして、津田さんは本当京都にいる時はほぼ毎日会っていて、で、この展覧会の企画自体も横にいながら進めていたという感じなんですけども、林さん浜中さんの活動も津田さんの活動も何をしてるかっていうと、その市民というか当人がその実践によって彼らの現実を立ち上げるっていう。でその時に今までだったらその立ち上げることがかなり難しかったかもしれないんですけども、その 3D プリンターとか、レーザーカッターとか、そういった民主化された情報技術とかデジタルファブリケーションっていうのを使った時に本当に立ち上げられるっていうことですね、現実を。でその実践者が林さん浜中さん津田さんなので、そのお話をお伺いして、またそれを少しデザインっていう角度から、上村先生から見ていただいてお話を伺うっていうのをしたいと思っています。でそれがこの展覧会を通じて一つ塊といいますか、でインタビューとか、上映会とかワークショップっていうもうちょっとその作品というよりもその作品を作る身体とか実践するその身体っていうのが、ここで開かれるような形態を想定してまして、それによって個別の現実っていうのを立ち上げるための、一つの方法みたいなものを、社会に開いていく。でもしかしたらそれによってここを訪れた人とか、ここのアーカイブが流通していった中で、各それぞれの現実の自給率を上げる何かきっかけとかヒントみたいなものを提供できるものになればなと思っております。マウントグラスは文字を代わりに読み上げてくれるメガネになってまして、ここにいくつかモデルがあるんですけども、これが一番最初に作ったモデルになってまして、もともと父が脳梗塞で倒れて、それの後遺症で文字が読みづらくなっている状態だったんですけども、それをきっかけにここにカメラがついてまして、それで文字を撮影して機械学習で文字の認識も整合性をして代わりに読み上げてくれるメガネというのでオトグラスというのを作り始めました。最初はそういった形でいわゆるそのプロダクトっていうのを作っていく、ものづくりをしていくというのをやってたんですけども、やっていく過程でどんどん作っていくプロジェクトとか、そこでできる共同体とか、そこで発生する辺境の教育っていうか、新しい人を作っていくっていうところに、福祉とか情報技術にまつわる複雑な課題にアプローチしていく糸口があるんじゃないかというふうに思い始めまして、でファブビオトープっていうのはいわゆるその当事者でありながら作り手であるっていう人たちで、我々のプロジェクトの中だと創造性を持ってると僕が感じる視覚障害の人、弱視の方とか自分自身が何らかの当事者性を持って、メディアテクノロジーを造形しているアーティストとかエンジニアの方と一緒にプロジェクトっていうのをやってまして、彼らの身体的な知というか、そういったものを方法論で、似たような身体図の人たちに渡していったりとか、彼らと一緒に今までその経済原理
の中心では作られなかった何か人工物っていうのを作っていって、今までありえなかったその多様性とか個別性みたいなものを存在させるようなものづくりとか、それが生まれるための共同体を作っているというようなプロジェクトになります。多分僕がプロジェクトを通じて考えてるのは、何かこう民主化されて何か作るっていうことが人の手に戻った時に、今まで解決できなかった問題に対して実践を通じて寄り添い続けるっていう選択肢として民主化された情報技術とか、作る行為っていうのを捉えてまして、だから何かこう作品としてスタティックな状態で展示するとか流通する人工物を作るっていう、今までの作るというよりも、なんか自分自身が置かれたその複雑な社会課題の当事者性っていうのを持って、それに対して実践を通じて向き合い続けるっていうことができる行為として作るっていうのを捉えてまして、僕にとってはそれが美しい作るっていう行為っていうふうに捉えております。多分じゃあ今までのインクルーシブデザインが何だったのかっていった時に、もちろんそれもすごい重要なんですけれども、いかにそのメインストリームの人を中心に設計された社会システムからこぼれ落ちていく人がいて、なるべくそれをこぼれ落ちないようにするっていうのが、今までのそのある種の政治的なアクションとしてのインクルーシブデザインで、それももちろん重要なんですけど、これからのインクルーシブデザインとか、多分僕自身がそのプロジェクトでやっているのは、今ある社会を変えるっていうよりも、もうその当事者であり作り手である人たちが自分たちで小さな社会を作っていくっていうのが、これからのインクルーシブデザインかなと思っていて、なので包括する対象っていうよりも、むしろ自分たちで自分たちの共同体とか、価値の循環系とか、そこでの教育とか、新しい人工物っていうのを作っていく。でなんかその自分たちが作る小さな社会によって今までありえなかった個別性とか多様性っていうのが存在するっていうのがありえると。でそれが多分この次の世代でやっていくインクルーシブデザインなんじゃないかなと思います。